いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画では僕から皆さんに感謝とこれからの活動に関する重要なお知らせをしたいと思います。今回お話しする内容は先日大盛況で終えることができたコットンクラブ公演、その続きのストーリーとなります。本題に入る前に、まず先日のコットンクラブ公演に関しまして、当日会場へ足を運んでいただいたお客様、そしてライブ動画を YouTube でご覧いただいた皆さん、メンバーはじめ僕の夢のステージに立ち会ってくださった全ての皆さんにお礼をさせてください。本当にありがとうございました。あの日は僕の人生の中でも本当に特別な日になりました。というのもコットンクラブは15年前、プロギタリストを目指して地元の佐賀から上京したての頃、初めて行った超一流のライブハウスだったからです。そこで目にした光景は今でも鮮明に覚えてます。動画や音源越しでしか知らなかった憧れのミュージシャンたちの圧巻の生演奏、それを楽しむ100名以上のオーディエンス。いつか自分もこのステージに立ちたいと無邪気にそう思いました。ですが人脈も実力も世間から早々に見出されるような特別な才能もなく、ただ根拠のない自信だけがあった僕のその後の道のりは決して平坦なものではありませんでした。週のほとんどをバイトで過ごして全然ギターが弾けなかったり、あんなに好きだったセッションに行くのが怖くなってしまったり、お金がなくて機材を売ったこともあります。早くから活躍している同世代のミュージシャンを妬んだこともあります。挫折や迷い失敗ばかりでミュージシャンになるという夢も諦めかけた時期もありました。そんな中、希望を見出したのがギターレッスンの世界でした。演奏で食えなかったからしょうがなくレッスンを始めたんでしょと聞かれると 100% 否定はできません。この YouTube だってスクールの集客のために始めたというのが正直なところです。しかしレッスン活動を続けていくにつれて、ありがたいことに生徒と講師という垣根を越えて僕のギターを好いてくれる方が増えてきました。音楽で食えなくなって始めたレッスンによって僕の音楽人生は再び動き出したんです。そんな皆さんの応援に支えられて音楽活動を再開することができ、今年の1月にはついに夢のコットンクラブに出演することができました。15年越しの夢でした。実を言うとコットンクラブで最初に演奏した数曲はもう本当に記憶がないレベルで緊張しました。もちろん最終的には最高のライブになったんですけど、ライブが終わった後は燃え尽き症候群みたいになりました。感情も忙しさもピークに達していて、早く次のアクションをと焦る気持ちがある一方で、普通の日常に戻っていかなければならない。これがすごくしんどかったんです。せっかく掴んだチャンスを逃したくない。でも何からやればいいのかよくわからない。これからどう進むべきか。この動画を出すまでいろいろ考えてました。そして考えた結果、シンプルな結論にたどり着きました。それは、これから先のステージを目指すには、良い音楽を作り、良いライブをやる。ただ、これらを愚直に繰り返すのみだということです。めっちゃくちゃ当たり前のことなんですけど、僕が目指す世界で活躍しているミュージシャンたちは、みんなこれをやってます。ステージ、認知、ビジネスのスケールを大きくしていくことはすごく大事です。ただこれらは順番としては良い音楽、良いライブがあって、それをやっていく過程で実現していくものだと思ったんですね。コットンクラブでそう確信しました。そう思うと不思議と活力が湧いてきてアイデアが生まれてきました。なので今年もやります。最高のライブと最高の音楽を。前置きが長くなってしまったんですけど、今僕がどういう心境か今回のお知らせをする前に皆さんに伝えたかったです。いよいよ本題に移りますが、今回はライブとアルバム、これらにまつわるとっておきのお知らせを用意してきました。結構前から決まってたんですけど、これ早く伝えたかったんですよね。きっと皆さんにも喜んでいただける内容だと思います。いよいよ発表します。まずライブについてです。コットンクラブの続きとなる東京のフルバンド公演が決定しました。会場はブルーノートプレイスです。ブルーノートプレイスはコットンクラブと同じくブルーノートジャパンが運営する恵比寿ガーデンプレイスにあるライブレストランです。このライブはコットンクラブから次のステージに行くにあたってすごく重要なステップになります。テーマはサマーナイトノーツ。東京の夏の夜、大切な人と音楽に心を解き放つ、そんな非日常をお届けします。今回もファースト、セカンドそれぞれ別のコンセプトでお送りします。それぞれ先日 YouTube にアップしたコットンクラブの東京チルセッション、こちらのサウンドを別々のベクトルに進化させたものになります。ファーストセットではネオソウルギターとこういったコンセプトになりまして、文字通りギターを中心としてネオソウルギターのサウンドの現在地を表現したいと思います。皆さんネオソウルギターって聞いてどんなものを思い浮かべますか？ちょっとふわっとしてて分かりにくいですよね。音楽のジャンルなんで分かりにくいですし、そもそもネオソウルギターっていうものがネオソウル、ソウルミュージックにジャズやブルースのいろんな音楽のエッセンスが混ざって生まれているものなので、明確なサウンドの基準がないんです。僕自身もネオソウルギターというものを掲げてますけど、毎回ですね手探りなんですよね。だからこそ今回はこのファーストセットで僕が思うネオソウルギターのサウンドはこれだというものをがっつり提示したいと思います。
そしてセカンドセットはビート&アンビエンスと題しまして、ファーストセットのネオソウルギターとは打って変わってよりチルなサウンドに没入していただければと思います。実はこのビート&アンビエンスというワードはこれまでバンドメンバーの中でのみ共有してきたんですよね。どういう時に使ってたかっていうと、セットリストの中で特にチル感の強い曲が連なるセクションの時に、ここから先はビート&アンビエンスのセクションだよっていう風にみんなに言ってたんです。今回はそれをあえて皆さんと事前に共有することで、このより深くビートとアンビエンスの世界にお連れできたらなと思います。それぞれ全く違ったコンセプトなので、通してで見ていただいてもきっと満足いただけると思います。もちろん新曲もたくさんやります。予約開始はこの動画が上がった今この瞬間から。前回のコットンクラブは皆さんのおかげで早々にソールドアウトしましたので、今回絶対見たいという方はぜひお早めのご予約をお願いします。そしてさっき新曲というワードが出てきましたので、ここで次のアルバムについての話に移りたいと思います。先日ストリーミング、CD、そしてこのレコードでもリリースすることができたセカンドアルバムシーン、おかげさまで大変好評いただいてます。そんなシーンの余韻が残る中ですが、すでに次のアルバムの作成に入ってます。今度はなんと僕とナホさんでそれぞれソロアルバムを1枚ずつリリースします。もうタイトルだけね先に言っちゃおうと思うんですけど、僕の方はベター、ナホさんの方は気ままビーツという名前です。ベターはトゥルー、シーンに続く3枚目のアルバムとしてよりポジティブなパワーを持ち、とにかくワールドワイドな1枚にしたいということで、今国内外のあらゆるミュージシャンと一緒に音楽を作ってます。そしてナホさんの気ままビーツの方は全面的にナホさんがビートメイクから音楽制作をしていて、これまたですね、ナホさんの才能が爆発していてめちゃくちゃかっこいい感じになってます。早く聴いてほしいです。そして間もなくベターから先行シングル第1弾としてフランス人のベーシストプロデューサーモンシユール・テディと一緒に作成した楽曲エターナル・フラワーズ、こちらをリリースいたします。アルバム自体は年内リリースを目標に動いてますが、早速この春からですね新曲を出していければと思いますので、ぜひお楽しみください。良い音楽を作り、良いライブをやる。今年もそれらを通して新しい景色を皆さんにお見せできたらと思います。そしてこれまで何度かは公言してるんですが、僕の夢について改めてここで宣言したいと思います。僕は歴史に名を残すようなギタリストになります。そして何より音楽とギターを通して最高の人生を送ったと胸を張って言えるような生き方をしたいです。コットンクラブやブルーノートをはじめ世界中の名だたるステージで演奏すること、名盤と呼ばれるようなアルバムを生み出すこと、そんな誰もが認める一流ギタリストとしての結果を出すことが目標です。ですがそれらはあくまで音楽とギターを通して最高の人生を送ったと胸を張って言えるような生き方をしたいという一番大切な夢の通過点でしかありません。コットンクラブもブルーノートプレイスもその一つ。ここで終わりではありません。めっちゃ壮大な話になりましたが、結局やるべきことは良い音楽を作り良いライブをやる、ただそれだけです。今回のブルーノートプレイスでのライブも年内リリース予定のベターとキママビーズもどちらもお楽しみに。ブルーノートプレイスでのライブはすでに予約が始まってます。僕たちの次の物語をぜひ生で見届けてください。ご来場心よりお待ちしてます。最後までご覧いただきありがとうございました。これからも皆さんと一緒に歩んでいけたらと思います。7月7日ブルーノートプレイスでお会いしましょう。